毎週来るけどね、30年か40年ぐらい、もうここずっとだもんで。みんなで食べよはい、カツ丼です。どこ飯です。がっつり。昨日も来たんですよ。2日連続です。この土手丼めちゃめちゃうまいです。スタッフさんに覚えててもらえて気持ちがよく入れるのが嬉しいです。寝て食べて飲めるができるのが大きいのかな。こういうとこがないと困っちゃうね。はい。いらっしゃいませ。今日もありがとうございます。結構メニューはこの限られた設備の中ではあるとは思うんですけど、毎日来てくださる方もいるのでメニューに飽きちゃうっていうのが少しでもなくなるといいなっていうので、その日の日替わりメニューみたいなのは土日とか特にそれで喜んでもらえるといいなみたいな感じなんですけど、お客さんはどういった方が多いんですか？豊橋にいる4、5、60代の方がメインで、でも最近は若い子も増えてきたみたいな感じなんですけど、もともとその祖父がやってた時は5、6、70代に20代が1人だけポツンって感じだったんで、祖父ぐらいの年代の方ばっかりだったんですよ。お客様もスタッフも。先々代からはスタッフが若返ればお客様も若返るからなんて話があって、僕が入ったら僕ぐらいの年の方が増えるし、父が入れば父ぐらいの方が増えるしっていう、そうするとだんだんお店がスタッフが作るようなお店にやっぱなっていくのかなみたいな。今おいくつなんですか？今ね30です。何歳の時から働かれてるんですか24の時に気づいたらもう6年ぐらい経っちゃいましたね。これはちょっと今日マカロニに入れようかなと思って、日によってベーコンにしたりとか具材はちょこちょこ変えたりするんですけど、創業は何年ぐらいなんですか1982年ですね。今年で44年ですかね。彼がもう5代目としてなるほどなるほど。控えてますので。じゃあ安泰ですね。そうですね。ずっと続けなきゃいけないので、家族総出で頑張ろうっていう感じでやっております。この煮てある白もつの味噌煮にこんにゃくを加えて、こっからまた一煮立ちさせる感じですね。結構手間かかりますね。ここまで来ちゃうと大したことはないんですけど、あとはもう愛情込めて作るって感じなんですけど、やっぱりもつなんで下茹でここに至るまでの方がすごい手間がかかるんですけど、牛すじ大根。この肉をちょっと焼いてからカレーに入れてくっていうね。結構カレーも人気メニューですか？カレーもすごい人気ですね。匂いにつられるのか、出始めるとどんどん出る。やっぱサウナ上がりってがっつり食べたいじゃないですか。カツカレーとかよく出ますね。うちのカレーは家庭的な味なんですけど、懐かしい感じもあるのか、昭和な雰囲気に相まってか、カレーはやっぱり人気ですね。よし。
決まった日付でイベントされてるんですか？お客様がお好みそうなやつをですね、年4回ぐらいはこういうお楽しみがありますね。結構ガラポン目当てで来店される方も。いますね、ガラポンの時もそうなんですけど、大ビンゴ大会はちょっと商品とかが結構喜んでいただいておりますので、ビンゴ大会はすごいですね。ガラポンも当然皆さん好きなんですけどね。サウナを利用されるお客さんって多い時だとどのくらいいらっしゃるんですか250人とか。その中で食堂を利用される方っていうのは3割5分、4割ぐらいでしょうか。館内のお茶の置かれとる場所がですね、皆さんがこうくつろぐ部屋の横なので、美味しそうな匂いがね、こう漂うとお茶に入っていかれる方が多いですね。なるほど古いイコール汚いっていうのを出しちゃうと良くないので、パッと来て古いけど、あ、すごい綺麗っていうのを従業員全員でですね、お客さんに提供できるようにね、そこだけはちょっと力入れてやってます。これは明日の分になるんですか？今日ですね、一回これは煮た後に保存してるんですよ。油を落とすというか下処理して。脂身のところを捨ててるんですか？煮ても柔らかくならなさそうなとこ、ちょっとゴムみたいなこういうところを今捨ててます。味付け的にはどういった感じになるんですか？オイスターソース、コチュジャン、豆板醤、いろいろ。カレーのルーはなんかブレンドとかされたりするんですか？ 2種類混ぜて使ってますね。あとはまあすりおろしたリンゴやらニンニクやら隠し味を。よし。ここに一回開ける。一回ここで茹でたチャーシューをちょっと洗ってきれいにしてタレでまた煮ていくんですけど。チャーシューはどのぐらい寝かすんですか？粗熱取れたらまた冷蔵庫で寝かせるんですよ。このタレごと次の日にまた煮るんですよ。時間かけますね。そうですね。大量生産はできないんですけど、これ茶色サンティは結構ピアのオリジナルメニューで特に人気の。なるほどなるほど。ご飯物としてよく出るのって何ですか？カレーライス、土手丼、チャーシュー定食もよく出ますし、ホルモン焼き定食とかナポリタンとか何でも出ますね。男飯です。がっつり。女性の方も食べたいって言ってくださる方も結構いるんですけど、うち男性専用なんで。女性専用店みたいなのないですか？いつかそういうのもありだなとは思ってます。店に来てくださる方って、まあ普段頑張ってるお父さんとか多いと思うんですよ。そういう方の癒しの場所っていうのを目指してやってるんで、お父さんこういうとこ行ってるんだっていうのを分かってもらえた方がよりこういいんじゃないかなって思って、それを知っていただきたいなっていうのがあって、いつか女性の方にも来てもらいたいなって思ってます。
結構勤務されて長いですか？いや、私ね、多分浅いと思うの、2年です。働かれてる方は何年ぐらい？ 20年選手とか10、そうなんです。そう、6、7年とかベテランさんばっかり。サウナの食堂って割と特殊な環境ですよね。そう。そう。山ちゃん、半分ぐらい入れて半分待ってもらって服があったりあれがあったりして場所がないで。そうだね、5人ずつ入れて回した方がよくない？いいよ、そりゃそうしてくれりゃその方が。それするわ。行きましょう。行きますか。2分前でお願いします。はい。いいよ。5人ずつお願いします。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おはようございます。お出迎えしてすごいホスピタリティですね。いや、ありがとうございます。静かですね。ああ、そうですか。天気にって他行っちゃうんですかね。それもありますし、この辺ってやっぱりトヨタの田原工場とかの関連の会社があって、トヨタさんの出勤とかに結構左右されちゃったりとか。トヨタカレンダーで動いてるんですね。そうですね。なので休日出勤とかが現れる週は意外となんかこうばらけたりだとか。の話でマラソンを1枚ください。はい、お戻ししました。どうぞ。はい、また使ってください。はい、それが下になります。500円割引券になります。次回また使ってください。はい。はい。はい。こちら。これは予約席なんですか。毎週来るんで一応用意してみたいです。いらっしゃいませ。はいよ。はい。休日とね、マカ。いらっしゃいませ。今日もありがとうございます。はいよ。マカ。はいよ。入れちゃっていいでしょ。さ
サウナ行かれた後にお食事をされて、結構よく来られるんですか？毎食来るけどね。サウナピアさんのいいところって何かありますか30年か40年ぐらいもうここずっとだもんで、お食事も美味しいですか？美味しいですよ。いらっしゃいませ。牛すじ大根入りました。清水さんかな。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。こんなマッチで。マカロニとイカ天です。はい。ある。いらっしゃいませ。ナスチャーハン上がります。チャーハンね。はい。ハンカツです。はい。ナポリタン入りました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。野菜炒めとね、ホテルのご飯を作ります。はい。野菜炒めいただきます。はい。はい。唐揚げ定食とマカロニ。いらっしゃいませ。はい、みんな席どうぞ。
サウナは上がってたじゃそうです。1回目終わってください。あこの後また行かれるんですか？まだいます。ちょっと休憩したから。昨日も来たんですよ。2日連続です。魅力的なのって何かありますか？サウナって。サウナ室の温度ですね。温度が高いのがいいのと、昨日初めてそこのマッサージ利用したんですけど、すごい匠の技っていうか、今まで行った整体のどこよりも良かったです。食事どころも美味しいです。美味しいですか？今日はちょっとレバニラなんですけど、ここの土手丼めちゃめちゃうまいです。うまいな、味噌豚。はい、お願いします。ナポリタン入りました。はい、流していただいて。ありがとうございました。はい。3品とかね、カップでお願いします。はい。もや玉。牛肉大根2つ、ハムカツ、もや玉。2番テーブルでお願いします。はい、お願いします。しました。カウンターどうぞ。カウンターどうぞ。はい。お決まりですか？はい、と自家製チャーシューを温かいめで、はい。はいね。普通の厚さでいいですね。
これカウンターさん。はい、これで2杯。2杯出たら？すごい前から来られたりとかしてます。コロナの前からどのぐらいの頻度で利用されるんですか？週にかね、まあ3回ぐらいはまだお仕事はされてるんですか？この3月で終わり。じゃあ働かれてる時もお休みの日はあ、来ましたね。サウナピアさんのいいところを教えてもらってもいいですか？楽っていうか休めるっていうところがいいですね。お気に入りのメニューとかありますか？いつも頼まれるものとか。ごぼうとね、この目玉焼きの固めを注文して、この後またサウナ行かれるんですか？ちょっとしてから行きますから。そうなんです。買える？これ入れさせてね。カツ丼のご飯お願いします。はい、カツ丼です。桃井さん、それピリ辛？忙しいですね。こんな感じでバタバタなんですよね。何時ぐらいまで続くんですか、この感じが。あと1、2時間ですかね。3時ぐらいになったら仕込みをまた夜の分をやり始めて、5時からまた同じ感じになるかな。結構ローテーションするんですか？内容が分かってるスタッフとか、あとはまあ僕らがどこにあと入るかっていう、僕もあちこち動き回るんですけど、このポジションっていう感じで折ってくれる人がおるもんでそれができるんで、忙しいところに僕がずれてくっていう感じなんで、まあ美味しいとこ取りしてる感じです、僕が安定してみんなが頑張ってくれるんで、そこでちょっと足らん時に僕が動いていけば、お客様の多いところに僕がそれてくる、臨機応変にっていう感じで行ったり来たり。わかんないけど。はい。わかんない。
桃井と言い桃井ます。さんは勤務されて長いんですか？ 3年目かな。もともと飲食のお仕事されてそうですね。普通の日本料理屋ですけどね。少しよそうね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。サブタゴ。カウンター3分。大盛りですか？大盛りです。大きいですね、これ。760あります。よく利用されるんですか？金曜日も来てます。前日が大垣サウナ行ってそっちもちょっと宴会とかしてその足でそのまま来ました。この辺のじゃあサウナ巡りはよくされてるんですか？そうですね、サウナピアさんの良さみたいなのを教えてもらえたらありがたいんですけど。やっぱり食事が美味しいのとスタッフさんに覚えててもらえてちょっと行くたんびになんか気持ちがよく入れるなるほど。嬉しいです。癒しの空間みたいな感じですか？そうですね。所詮風呂屋のご飯みたいなイメージがあったんで、ここに働いてるスタッフはやっぱみんなプライド持ってやってたんで、それをちょっとこう発信しようと思って、僕がこのお店のスタッフを出したかったっていうのが SNS やり始めたきっかけだったんですよ。そしたらなんかだんだん美味しそうみたいな声があって目に留まったのか見てくださって、まあ、よかったなと思って。お食事美味しいって皆さんおっしゃってますね。ありがたいですね、本当。はい、ご参加。皆さんはどういった集まりで？ここで知り合った誰する同じ職場はおらん。週末のじゃあお休みは皆さんこうやって集まって、最初は2人で飲んでて、そこから後輩が集まってきて、声かけて日曜日に来るとかそんなんじゃないですもんね。なんか知らんうちに集まってきて、逆におらん時は誰もおらんよね。夜来ても誰かおるの。サウナピアさんのなんかいいところみたいなの教えていただいてもいいですか？いいところはこういう仲間がおるところがいいところね。サウナでなかなかないですよね、お知り合いになってこうやって一緒にご飯囲むみたいな。職業が違うっていうところが大きいんじゃないですかね。そう同じ職場でおるとやっぱり物質が出るもんね。寝て食べて飲めるができるのが大きいのかな。お食事で何かこうお気に入りのメニューとか。やっぱりみねちゃんの牛すじ大根だね。今日はともちゃんが作ってくれた。こういうとこがないと困っちゃうね。はい。あれじゃん、みねちゃんじゃん。まるでちゃん。みねちゃんよりは分かってる。ありがとうございます。ありがとうございました。まだ焼くバニラ？まだもうもうちょっとですね。豚と
行こうか。さっきから先ですね、これじゃ。いらっしゃいませ。お待たせしました、土手丼です。サウナ入って終わるとかご飯食べて終わるとかじゃなくて、癒しの空間を僕らは作りたいっていうのがあって、ここに来たら明日もまた頑張れるなとか、そういうのを思って欲しくてこのお店をやってるっていうのがあって、休みの日にゆっくりしたりとか、ちょっと嫌なことあった時に来ようかなとか、仕事前にちょっとサウナ入って頑張ろうかなみたいな。サウナ入って1、2時間で帰るっていうよりは、サウナ入ってご飯食べて寝てまたサウナ入って長時間滞在していただく、それで半日なり1日なり過ごしていただいて元気になってもらうと、それをこの空間で作れたらなっていう、そんなお店かなと思って。だから僕はこうまとめて言うと癒しのお店ですって言ってるんですけど